秘密と信頼。一つ思い出した。質問させてほしい。オズの話だ。以前私の目の前でオズが魔法を使おうとした時に眠りに落ちたことがあっただろう。魔法を使おうとするたびに彼は眠りに落ちた。あれは一体どういうことだ。異例なことか。常にそうなのか。つまり特定の条件でオズは魔法が使えなくなるのか。答えてほしい。どうした？答えられないのか。ではもう一つ質問させていただこう。カイン・ナイトレイのことだ。城の兵士がカインの噂をしていた。最近目の調子が悪いのではないかと。視線が合わないことが多いそうだ。何かご存知かな、賢者殿。賢者殿。そうか。よくわかった。魔法者の秘密は私たちに話せないか。私たちに魔法使いを信用しろと要求しておきながら、それがお前たちの答えなのだな。ヴィンセント殿下。不思議の力で封書の中を読み、空を飛んで窓から侵入し、指一つ使わず私たちを殺せる魔法使い。魔法使いたちの前では屈強な兵士でさえ赤子と同じだ。私たちは常に恐怖にさらされている。だというのにお前たちは自分たちの弱みを晒そうともしない。これが公平なことか。私たちを信用していないのはお前たちではないか。そのくせ理解し歩み寄れだと、こんな一方的な要求があるものか。
己の不実を認めたか。魔法使いどもにおだてられのぼせ上がった偽善者め。ヴィンセント殿下、さすがにそのお言葉が。黙れドラモンド。賢者よ、お前の態度はよくわかった。これは返させてもらう。私を呪い殺す可能性がある。お前が私たちを信用しない以上、私もお前の魔法使いを信用するものか。受け取れ、賢者。受け取らぬなら地に投げ捨てる。そこまでされたくなければさっさと受け取れ。叔父上、クロエは贈り物に呪いを込めるようなものではありません。志の高い優れた仕立て屋です。このクラバットは呪われてなどいません。魔法使いの言うことなど信じられるものか。不思議の力を操るお前たちの行いにはそもそも保証がない。お前がアーサーだという証拠もない。今日の私は魔法使いによってたかって幻影を見せられただけかもしれないな。何を礎に魔法使いを信用しろというのだ。約束します。叔父上もご存知でしょう。魔法使いは約束を破れば魔力を失います。私が約束します。クロエは叔父上に呪いなどかけません。これは叔父上への友好の印です。信じてください。アーサーが約束をどこに行くリケ。アーサー様のおそばに。やめるんだ。俺たちがむやみに出ていけばアーサーの行いが無駄になる。アーサーは俺たちのためにヴィンセント様と信頼をつなごうとしてるんだ。アーサー、どうしよう。俺の
のせいで、あんな、どうしよう。クロエ、自分を責めないで。君のためだけじゃない。僕らのためだよ。私たち魔法使いと中央の国の政府との信頼のために勇気を見せてくださったのでしょう。さて、どうなるかな。いくつもの思惑、緊迫した状態。このカードゲームは一歩間違えば天国と地獄が切り替わるよ。あのバカ。どうする？行くのか、先生。オズが現れないようなら子供や賢者を矢面に立たせておけない。気持ちはわかるが、今は脅しは逆効果だろう。先生に仲介や駆け引きができんのか？オズよ、こらえるのじゃ。今そなたが出ていけばヴィンセントに何を及ぼすかわからぬ。心を落ち着かせるのじゃ。決して無意識のうちに雷で焼き殺したりせぬように。何やってるんですか、あの人。無鉄砲でバカな野郎だな。だが嫌いじゃないぜ。アーサー様、今のって約束ですか？もう約束が成立してるんですか？ああ。そんな。大丈夫だよ、ミチル。レノ、みんなを頼むね。フィガロ先生。雨が降るよ。濡れない場所にいて。私が約束をしたのは今日が初めてです。とっさの行いではありましたが、無謀でむやみなことだとは思っていません。本日叔父上は貴重な時間を割いて魔法使いのことを考えてくださいました。心を開いて歩み寄ろうとしてくださった。その試みを無下にされたと感じれば、叔父上は二度と魔法使いに心と時間を割いてくださらなくなってしまうかもしれません。だから勇気を出しました。人と魔法使いの未来のために、私は魔力を失う危険と引き換えに約束します。とはいえ、そこまで危険なことではありません。私はクロエを信じればいいだけですから。なぜ信用できる？同じ魔法使い同士だからか？西の国の生まれのハリコだぞ。一緒の時間を過ごしたからです。いろんな話をして、いろんな表情を見ながら、クロエの仕立ててくれた服をたくさん着ました。だから、約束できます。お前がそこまで言うなら受け取っておこう。ありがとうございます、叔父上。パルノクタン肉筋を。
日はありがとうございました。叔父上。アーサー、世界の異変に対応するための提案書を読んだ。調査団設立の目を通してくださったのですね。いかがですか？賢者の魔法使いたちを大いなる厄災との戦いの備えに専念させたいというのはわかる。だが中央の国の公認組織に魔法使いを参加させることはできない。調査団は人間だけで結成する。ですが人間たちだけでは危険な目に。魔法使いが人間を脅かさない保証はない。安全の保証ができない者たちを公理とすることはできない。これも民を守るためだ。ノーバと呼ばれる魔法使いのように国家や世界の破滅を望む魔法使いはいる。ノーバは北の魔法使いのミスラとすら互角の戦いをしたと聞いております。人の力で叶う相手ではありません。魔法科学兵団を強化する。西の国の魔法科学は日に日に進歩している。いずれ一国の王が天候を操れる時代が来る。いずれでは間に合いません。今すぐ身元の確かな魔法使いたちを集めて有事に組織として動かせるよう。もう一度言う。魔法使いだけの調査団は認めない。魔法使いに組織活動は行えない。魔法使いは不思議の力に頼りきって助け合いを知らないからだ。知っていますよ。今日はお世話になりました。改めて南の魔法使いのフィガロです。覚えている。光栄です。先ほどお話ししそびれましたが、南の魔法使いと有志の魔法使いで王都の復興のお手伝いをしたんです。事実か？ええ、瓦礫の撤去や外壁の再建など無償で。ええ、無償で。報酬を。いえいえ、お気遣いなく。困った時はお互い様ですから。南の国では皆が助け合っています。王都の復興作業を行ううちに王都の住民の方々にも大変親しくしていただきました。商業ギルドの方たちやケーラの方たち、復興のための寄付をしてくださった貴族の方、魔法に興味を抱いている新聞記者の青年、手伝いのお礼だと言って空き家を譲ってくれた人もいました。王都に来た際に自由に使っていいと。中央の国の皆さんは明るく正直で働き者でとても優しい人たちばかりですね。そうだったのか。いや、こちらこそご協力感謝する。魔法使いは単独行動を好みます。ヴィンセント殿下が誤解されるのも仕方がありません。ですが助け合いが好きな魔法使いもいます。そこで誤解を解くために譲り受けた空き家を有効活用して魔法使いと人との交流の場としたいのですが、いかがでしょうか？魔法使いとの交流の場。ええ、先ほど殿下もおっしゃいました。福祉活動でなら活躍の場を用意できる。どうか私たちに名誉を回復する機会を与えていただけませんでしょうか？
いいだろう。サジはドラモンドに尋ねるといい。ああ、殿下、心から感謝いたします。アーサー殿下、王都の魔法使いの家において人角の成果が見られれば、殿下のご提案された調査団についても改めてご検討いただけるでしょう。そうですね、フィガロ様。叔父上、また改めてご提案いたします。よろしくお願いいたします。わかった。例のものを。これはお前に頼まれていたものだ。今日の視察次第では渡さずにこちらで対処しようかと考えていた。月食の館に残されていた魔法陣とノーバという魔法使いに関しての調査報告書だ。お前が予測した通り、類似した魔法陣が国内外で発見された。だが不明瞭な報告ばかりだ。不明瞭な報告。大いなる厄災の影響で亡くなった方が多かったのですか？ニコラス殿と同じではないでしょうか。政治の中枢に関わる人物があちこちにいて隠蔽するしかなかった。大丈夫です。誰にも話していません。決して他言するな。魔法使いノーバに関する手がかりは一つもなかった。朝、お前に忠告する。勝手な行動をとるな。他国に干渉する際は逐一報告しろ。特に西の国に対して敵対行為と誤解させるようなことは絶対に控えるように。ありがとうございます、叔父上。大いなる厄災との戦いに備えるための有効な手がかりになります。城に戻る。くれぐれも慎重に行動するように。約束をするような魔法使いには難しいかもしれませんね。アーサー。善処します。賢者様、フィガロ様、ご心配をおかけして申し訳ありません。びっくりしたよ。本当に。まったく。この暴風雨を見てごらん。大いなる厄災が来る前に世界が滅ぶ。約束をするなと言われていただろ。
申し訳ありません。ですが、するべき時だと判断したのです。そんな政治絡みのことは老いた魔法使いに任せておけばいいんだ。君は人生を始めたばかりなんだから。もう17歳です。何言ってるの。まだまだ17歳だよ。賢者様もごめんね。矢面に立たせて気苦労をかけてしまった。あれは仕方がないよ。心を許し合うにはまだ時間が足りない。俺は反対に賢者様を信用したよ。簡単に俺たちの情報を渡すことは安心して付き合えないからね。俺たちのために秘密を守ってくれてありがとう。怒鳴られて怖かったろう。よかった。朝、ごめん。俺のせいで。クロエや賢者様が謝ることなどありません。二人のおかげで助かりました。アーサー。オーズ様。オズよ、落ち着くのじゃ。短期はいかんぞ。黙れ。アーサー、約束はするなと言ったはずだ。存じております。ですが、叔父上の誠意に応えるために、あれ以外の方法が見つかりませんでした。歩み寄ろうとした矢先に不信を向けられ、拒絶を受ければ、誰であろうと傷つきます。約束を破れば魔力を失う。このような軽率な行いを。オズ様の言いつけを破ったことは反省しておりますが、軽率だとは思っておりません。魔法使いと人の明るい未来を考えたのことです。私なりに最善を尽くしました。決して軽はずみな気持ちからではありません。ボクスノク。
部屋でお説教されるだけさ。話が長くなりそうなことを悟って移動したんだろう。オズの場合、言葉を探す時間の方が長そうじゃが。どうかあまりお叱りにならないでくださるといいですけれど。アーサー様は橋渡しをしてくださったんですから。すれ違いで崩れかけていたクロエとヴィンセント様の道をつないでくださったんです。アーサーは俺をかばってくれたんだ。俺を信用するって言ってくれた。オズ様に叱られるようなことになったら申し訳ないよ。オズの雷、大きな音だもんね。バリバリバリ。オズ様はアーサー殿下を大切になさっている。きつい叱り方はなさらないよ。多分。違う。通りかかっただけだ。さっきまで中央の国の兵士たちがいっぱいに並んでいたところを。僕の散歩コースなんだ。読んでみろ。手がかりが書かれてるんだろ。アーサー宛てなのに。減るもんでもないだろう。まあそうか。おい待て、本当に勝手に読むのか。月食の館と同じ魔法陣が発見された場所。大陸のあちこちで見つかってんな。この前行ったばかりの地名もある。どこだ。君だって覗いてる。うるさいな。ボルダ島だ。ボルダ島。本当だ。ボルダ島にある洞窟から月食の館と同じ魔法陣、そして複数の生贄が発見された。ここにそう書かれています。大いなる厄災がもたらした異変で洞窟の崩落があって発見が遅れたみたいだね。失礼、会話に突然入ってしまって。見慣れた名前が見えたものだから。構わないさ。ノーバについての情報は。ヴィンセントはないと言っていた。だけど見落としているだけじゃないのかな。魔法使いの情報は追いにくい。コツが分かれば探索しやすいんだけど。どんな。不屈の信念。それも悪かないが魔法の傾向だろう。魔道具が特徴的だと分かりやすい。君の鳥獣みたいに。まあな。婿さん、あんたは世界中を旅して回ってたんだろ。そうだね。ノーバについて何か聞いたことはないか。そう。君は出会ったんだろう。どんな人だった？尋問は飽き飽きだ。双子やそいつに散々聞かれた。白く長い髪で赤い瞳をしている。左目に傷があって右目はおそらく義眼。傷に義眼。怪我をしたのかな。かわいそうに。
あれだけの魔力の持ち主だ。傷を癒さないのは本人の思考だろう。お前みたいに？おう、そこの呪い屋みたいにな。放っておいてもらおう。ミスラに変化していたなら、ミスラの知っている人物じゃないのか。ミスラは忘れっぽい男だが、自分より強い魔法使いに会ってたら忘れねえよ。ノーバという魔法使いについて他には？尋問は飽きたって言ってんだろう。特徴じゃなくていい。君がどう思ったか知りたいんだ。奇妙だった。どこの国の精霊の気配もしないが、どこの国の精霊の気配もした。精霊の気配から土地を探ることも難しいか。念入りに気配を隠しているのか。そうだな。もしくはニコラスの情報は？ニコラスに近づいて魔法陣の作り方を教えた人物がノーバだ。だから世界各地の魔法陣の痕跡と一緒にニコラスの身辺を調べてほしいと頼んでおいたんだ。どこかに資料がまとまっていないか？ニコラス。あった。補足資料にまとめてある。御前試合で地方都市出身の少年剣士に敗北。責任を取って退陣。これはお前か？そうだ。騎士団長が平民に負けたと知られれば他国に侮られるからって。へえ。なんだ？なんでもないさ。その後魔法科学を学ぶために数年にわたって西の国を視察。中央の国に戻ってきたのはいつくらいだ？大いなる厄災との戦いのその手前くらいだね。あ。何？ニコラス殿が白い髪のご婦人と何度か密会していたという記述があります。西の国の魔法科学兵団本部付近で。あ、本当だ。ノーバの変化した姿かな。普通に知り合い？カイン、ニコラスに白い髪の女性の知り合いはいる？妹とか恋人とか。さあ、ニコラスはモテたからな。何しろ騎士団長だった男だし。てめえが言うと説得力あるな、色男。僕は騎士団長ではないけれど、よく色男だと呼ばれます。俺もこう見えて昔はなかなか。女性について他に記述は？アダムズ島について調べていたそうだよ。ボルダ島の近くの島。もうないよ。沈んじゃった。悪い男に夢中になったから。おや、人聞きの悪い。アーサー様、すごかったな。クロエの名誉のために迷わず約束されて。俺にそんな勇気が出せるだろうか。そんな勇気必要ない。誰かと約束をしようなんて思うな。でもアーサーはバカだ。お前はそれ以上の世間知らずだ。
信用できない奴らは砂の数ほどいる。俺たちに約束をさせた師匠のジャックもそうだっただろう。お前の幸せを願う奥様と旦那様の真心につけ込んで大魔法を使いぶって贅沢三昧をした。おかげでお前は俺と約束させられた。よくできたワルジエさ。嘘がバレそうになった時、俺たちのどちらかを石にすればもう片方は魔力を失う。ジャックは無事に逃げられる算段さ。結局大いなる厄災との戦いで石になったけどな。わかってるよ。シノに迷惑をかけるようなことはしない。迷惑？俺が誰かと約束をしたら、俺に不利な条件が増えたら、お前は迷惑だろ。まあそうだ。わかったら軽率な行動は慎め。怒ったのか？怒ってない。ヒースの自由を奪いたいわけじゃない。お前の好きなことをすればいい。でも約束はするな。それとも約束を破って恋に魔力を失いたいか？俺を侮辱するなよ、シノ。大いなる厄災との戦いにはファウスト先生やネロの命がかかってる。友達になったクロエやルチルだって、年下のミチルやリケだって、誰一人逃げようとはしていない。アーサー様の勇猛果敢さに及ばずとも、俺一人魔力を失って前線から逃げたりするものか。申し訳ありませんでした。何卒ご勘定。何笑ってるんだ。そういうところが好きだなって。ヒース、下がれ。庭園の茂みに誰かいる。お前、死にたくなければ出てこい。すまない。怪しいものじゃないんだ。中央の兵隊。こんなところで何をしてるんだ。お仲間は移動したところだぜ。空飛ぶ猫みたいな魔法使いを見上げてたら、高いところに行きたいのって木の上に連れて行かれてな。そりゃ災難だったな。木の葉を払ってやる。かがめよ。ありがとう。なんだ。君は飛び限りの災いの日にカイン団長と一緒に城の橋の上にいた。よく知ってるな。城の中から見ていたんだ。助けに行きたかったが、市民の誘導をしなければならなくて。お前は自分の役目を全うしたんだろう。俺の活躍は上によく伝えておけ。わかった。あの黒い獣は今飼ってるのか？うん。黒い獣？ええ、見事な黒豹です。何の話だ？飼うはずないだろ。そうなのか？あの時も今も同じ名前を呼んでいたから。ヒースと。それは多分俺の名前です。ヒースクリフ・ブランシェット。シノはいつもヒースと。ヒースクリフ。ヒースクリフ・ブランシェット様！知らなかったこととはいえ、大変失礼いたしました。高貴な方の名を獣の名前と並べるなど。いえ、いいんです。気にしないで。申し訳ありません。改めて非礼をお詫びいたします。いずれまた。気をつけて帰ってください。もう迷うなよ。シノ、黒い獣って。さあってことはないだろ。あいつが俺を獣か何かと見間違えたんだろ。俺は黒髪だし。
黒い獣は俺のことさ。行こうぜ、ヒス。嘘をついてる。ついてない。ついてたら。シノを信用できなくなるよ。いつも大事なことに限ってお前は俺に話さないから。そんなの友達じゃないだろ。話してる。大丈夫だ。本当に？ああ。俺を疑うな。